皆さんこんにちは、斉藤正光です。いつも見ていただきまして本当にありがとうございます。今日は私がいつも愛用しているこのスタンレーのブロックプレーン、しかも安い価格帯のもの、これを開封から実質使えるようになるまでどのくらいの手間がかかっているのかということを皆さんにお見せしていきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。さあ、それでは開封してみましょうか。よくあるスタンレーの安めのブロックプレーンで、これアメリカのアマゾンから買いまして、こいつの商品価格自体が買った当時で 42.9 ドル、およそ43ドルで、送料とか入れて56ドル、日本円で言うとその当時6200円ぐらいですね。今だとちょっと値段が違うみたいですけど、ざっくりそんなもんです。皆さんリンクから概要欄にリンク貼っとくので、もし気になる方は調べてみてください。早速開けていきましょう。こんな感じのブロックプレーンですね。ちょっと油がついてて合成紙なんかも入ってますね。こんな感じです。いいところでバラしてみましょうか。やりまして、こんな風に刃が外れますね。これだけの本当にシンプルな構造です。で、ここを緩めるとここの口の開きがこう変えることがアジャスタブルになっていて変えることができますね。じゃあちょっとこの売ってたままの状態で一回使ってみますか。で、西洋カンナの使い方は非常に簡単です。刃をセットしてこちら側で、刃がちゃんとこの口に対してまっすぐになっているかというのを確認します。で、もし調整が必要だったらここの部分を動かしてください。左右に、口に対して刃の出方が均等に出ているか平行に出ているかということを確認します。で、そこまで確認できたら、あとはこのダイヤルを回します。これを締め込むと刃が出る方向に動きますので、刃をもう少し出したい時はこのダイヤルを締めます。で、逆に刃をもう少し戻したい時は緩める方向に動かす。これだけです。では使っていきたいと思います。こうやって西洋カンナの場合押して使います。押して使う時にこの真鍮の部分ですね、ここに人差し指を当てて前が浮いてこないように力をかけておきつつ、残りの指で他の部分を支えるという感じになります。で、ここにちょうどへこみがあるので、ここに指を添えるようにして、で、このように。で、最初刃が全く出てないので何も食いつきませんね。バイトしないような状態ですね。で、ファーストバイトが来るまで先ほど説明したこのネジを締め込みます。で、この締め込む感覚などは皆さんの体感で覚えてもらうしかないですね。最初はもちろんこうやって目で見てやっていただいても全然大丈夫ですし、今ファーストバイトが来てしまいましたね。こうなるとおそらく調整が難しいのでちょっと戻します。ネジを緩める方に。で、ここに遊びがあるので遊びを潰してから、どうでしょう、5度とか10度ぐらいずつこうやって緩めたりしていく感じになりますかね。ここに節があるのでそこに食いついてますね。買った吊るしの状態ですけど使えないことはないですね。そうは言っても正直厳しめです。じゃあもっと切れるように仕上げていきましょう。仕上げに入る前にもう少し細かくこのソールの部分を見ていきたいと思います。こんな感じでザラザラとしたやっぱり研磨の縦の線が結構残ってますね。この90度の角度もこうやってスクエアで確認するとっていう感じですね。これはどこまで求めるか個人のレベル感にはよりますが、プロの方にとってはこれ絶対ダメなレベルだとは思います。ここ修正するのはちょっと難しいですが、まずはねソールをフラットにするところをやってみたいと思います。
最初に100番のペーパーで削っていきたいと思います。で、本来は完璧にフラットな、もうパーフェクトに、いわゆるデッドフラットっていうやつですね。そういう面にこのペーパーなり、もしくは砥石ですね、それを貼り付けて実施していくんですが、今回いろんな都合でキッチンでやろうかとか考えたんですけど、ちょっとなかなか難しいので、自分で作ったこのワークベンチのフラットさを信じて、ここに耐水ペーパーを貼って、ここの上でやっていこうと思います。いろいろ確認がしやすくなると思うので、ここにマジックで削っていきます。多少水をつけまして、こんな感じですね。で、一つの方向だけにやってはいけません。こうやってもいいですけど、こうやったら、次は円を描いてみるとか、とにかく高いハイスポット、高く出ているところが優先的に削れていくようにしたいと思ってます。そしてあまりギュウギュウ押してはいけません。ハイスポットから削れてほしいので、ある程度の力、そんなにきつく押さない程度ですね。指先でこう押せるぐらいの、そんなレベルで、あとは力よりも回数でこう削っていくイメージで。当たってるところと当たってないところが明確になってきましたね。この辺はマジックも取れてないですし、元々の研磨の目も結構残ってますね。引き続きやってみましょう。まだまだ先は長そうですね。製品が機能すればいいというんであれば、もう一息かなって感じですね。おそらくここからこの辺りまでこうフラットになってるので、これでいけると踏んで、もうこの次のペーパーの番手に行く時は、この深い傷というのは絶対に消えないです。ただこの消えないのを許容しながら次に進んでいきましょう。実質ここでもできると思います。やってみましょう。次。ちょっと刻む感じになりますけど、120番使っていこうと思います。120番もそこそこ100番とあんま変わんないですけど、当たってない部分が錆びてきましたね。じゃあ引き続き次の番手に行ってみましょうか。刻みますが、次は180番ですね。続いて240番です。次は320です。これぐらいで十分でしょう。実際使うこのソールの部分ってこの辺りがほとんどだと思うので、そこは綺麗になったかなと。今度は刃の方に移っていきましょう。で、刃の、研磨に移るのですが、事前にこう切れ味を試しておきたいと思います。さっき木はパインだったこともあって切れたんですけど、こんな感じですね。紙だと
食いつかないし、うまくやればこうなんとか相当スキューをつけてこううまくこう切らないとなかなか難しいですね。では刃を研いでいきます。刃の研ぎ方については別の動画で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。ただこのように新品の刃を仕上げるときに最も大切な工程を一つ挙げろと言われれば、間違いなく荒研ぎが一番大事です。荒研ぎの段階で決まっていない刃の形を後の番手で仕上げることは絶対にできません。荒研ぎを一番大事にしましょう。それよりももっと大切な工程は、キッチンを使ったら使う前よりも美しくしておくことが木工を長く続ける秘訣です。じゃあ組み戻していきたいと思います。このブロックプレーンの場合はベベルアップなので、刃を研いである刃の方を上に向けて戻します。これで戻りましたね。さあ削ってみましょう。そしたら刃の出し具合を少しずつダイヤルを回して、ほんの少しです。ちょっと当たり始めましたね。この音分かりますか？あ、ちょっと当たりましたね。もう段違いですね。この感触といい。あとほんの少し。一発目でこれです。いい感じですね。こんな感じでしっかり削れますね。ハードウッドは逆目とかになりやすいので難しいといえば難しいですね。ちょっとやってみましょう。ということで4000円のブロックプレーンでも結構使えるということを見ていただけたんじゃないかなと思います。刃を研ぎ終わりましたので、ちょっとまたこの A4 の紙で切れ味を試してみたいと思います。スパスパと紙が切れるようになりましたね。ここまでなるとかなり切れる刃と言えると思います。いかがでしたか？この安いブロックプレーンを買ってきて自分なりに仕上げてみる。大変な作業が長くは続きますが、この底の面を仕上げる、平面がいかに大切かということを知るいい機会になりますし、刃の研ぎ方ですね、それを体感できるいい機会になると思いますので、是非チャレンジしてみていただきたいと思います。それからこういうブロックプレーンを手に入れると、一つ持っておくだけでガラッと DIY 木工の世界観が変わります。それは電動工具ではなくて、手の力で自分で仕上げることができる感触を得られるということと、何よりも電動工具を使わないので音が静かなので、賃貸やマンションの方にも DIY をやるチャンスが広がるのではないかなと思って今日動画にしました。もしこの研磨作業がなかなか難しいよということであれば、$100ぐらいを目安にそれを超えるブロックプレーンを買ってくると刃を研ぐだけで済むと思いますので、一度挑戦してみてください。それから刃を研ぐ時に私は刃の黒幕という砥石を使っています。概要欄にリンクは貼っておきますが、刃の黒幕は本当に評判がいいです。砥石に特別なこだわりがなければ少しお高いですが、確実に皆さんが使ってよかったなと思える砥石なので、ぜひ試してみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございました。このチャンネルでは木工 DIY に関する役に立つ情報をこれからも皆さんにお届けしようと思っています。ではまた次の動画でお会いしましょう。